こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はしげさんとまゆみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあお二人について自己紹介をお願いします。はい。まさかの名前が出てこなかったみたいな感じです。しげたです。はい。ビームスで今働いておりまして、海外のセールスを担当しています。あとは絵も描いていて、そうですね、油絵を描いたりしています。よろしくお願いします。まゆみです。制作会社で働いております。お願いします。お願いします。はい、ということで今回紹介していただくこちらのご自宅が 2DK、はい、ということで大体平米数はどれくらいですか？45平米ぐらいですね。はい、ということで、かなり多分雑貨とかすごいたくさん多分あると思うので、ちょっとそのあたりの選定したこだわりとかいろいろお話をお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはキッチンからお話をお伺いしていきたいなと思います。まずはキッチンでこだわったポイントとかそういったところは何かあったりしますか？はい、そうですね、特にこだわりというよりかは実用性みたいなところを意識して、います。でスペースも限られているので、ちょっと高さ出して棚にできるだけ物を入れて、いるっていう感じですね。結構上の方とか英語のパッケージのこれはあったりすると思うんですけど、これはもう普段から本当に食べてるものというか。はい、そうですね。コーンフレークも食べるんですけど、それよりも妻がこのパッケージがすごい好きで、僕がこの海外出張が多いので、その出張した時に本当にスーパー、現地のスーパーで可愛いなと思ったパッケージを買って壊さないように持って帰るっていう毎回のミッションがある感じですね。スーツケースで税関とか通るとき、めっちゃ雑に扱われたりしますよね。なんでちょっとそこはヒヤヒヤしながら毎回持って帰るっていう感じですね。今コンロにあるこのポットとかもこれちょっと可愛いですね。そうですね。これはビームスジャパンで購入した月うさぎ印のポットで、結構コーヒーを飲む機会が多いので、ここでお湯沸かしてこれで飲んでるみたいな感じですね。直火なのが好きで、好きというかいいなっていう感じでですね。あとはゴミ箱ですか、これは。はい、友人が使ってるのを見て探したら楽天ですごい普通に売ってたので買ってみました。自動で手をかざすと自動で開くみたいな感じなので、両手が塞がっててもすぐ捨てれるみたいな。あとは匂いとかもすごい軽減されて、猫がいるんで猫のご飯の横にあるんですけど気にならない。横にあるんだ。そうですね。はい。あとは結構こっち側も英語のパッケージのものとかが多いと思うんですけど。そうですね。本当にコストコに行くのがすごい好きなので、コストコでまとめて買うっていうことが多くて、これとかも非常食にもなりうるようなキヌアのスープ、なんていうんだろう、これは。これをスープにして飲む。ふやけてというか、時間が経つと大きくなってお腹もいっぱいになるみたいなやつですね。でこれはまた別のコーンフレークで、はい、であとはこれはおかき屋さんのおかきなんですけど、大阪にある売店っていうおかき屋さんで、友達がやっているおかき屋さんなんですけど、すごいグッズとかも可愛いオリジナルのグッズとかも作ってて、すごい好きなのでたまに食べてます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、それではリビングの方お話聞いていきたいなと思います。まずじゃあこのリビングのこだわったポイントやコンセプトがあればお聞きしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？はい、本当にこだわりは特にないんですけれども、妻が可愛いと思ったものを、買ってきて、僕が、バランスを取るみたいなちょっと役割分担されてますね。関係性でやってますね。でももともとの配置とかは一緒に考えて、大きな家具に関しては割と2人で決めることが多いのと、あとは棚とかこういうのは、一緒に作ったり DIY したりっていうので、ベースはできてます。ということで、じゃあちょっと順番に細かい家具の話を聞いていきたいなと思うんですけど、まずじゃあちょっとこちら側に移動をしていただいて、こちらのじゃあちょっとソファ
からお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたアイテムですか？はい、これは、アーケストラっていう、代々木上原かなにある家具屋さんで先輩に、譲っていただいたものになります。ミッドセンチュリーみたいな感じで大きいのですごい気に入っていつも基本ここで過ごしてます。はい、これ2シーター3シーター3シーターですかね。はい。でその上に今はブランケットをかけてらっしゃる。これはこれはまた妻が見つけてきたんですけど、海外のカラーっていう雑貨を扱ってるサイトで、買いました。クッションとかも結構奇抜なデザインのものが多いですね。はい、そうなんですよ。これもまゆみさんが選んでるんですか？そうね。これはチャイの女の子がデザイナーやってるブランドのクッションで、これはビームスの BPR これは私が編みました。あんなんですか？趣味でクッションもそうなんですけど、はいはい、すごい趣味で編み物とかもやられるんですね。あとはここのリビングはラグが敷いてあると思うんですけど、これなんかちょっと手編みっぽいというか、なんかあれですね。そうですね。多分この、一応多分モロッコラグの種類なのかなと思うんですけど、これも妻が色に多分惹かれてポップなカラーが好きなので勝手に買ってきました。勝手に買ってきたんですか？怒られなかったですか？でそうですね。で多分この布をこう編み合わせたっていうか、残布を使ったのかなっていう感じなんですけど、でもすごいカラーもポップで僕も気に入ってます。あとはサイドテーブルがこの黄色いやつ、これはどちらですか？これは IKEA ですね。はい、IKEA よく最近いろんなところに原宿とか渋谷にもあるんで、仕事終わりとかよく見ることが多くて、見つけたというかちょうどいいねっていう、このソファーに、コーヒー置いたりだとか、これ使って在宅の時は仕事したりだとか、なんかちょうど良さそうだねっていうので買ったんですけど、これなんか緑とか赤とか色があって、この家になんかすごい赤もあるし、こういういろんな色もあるし、何色にすべきかなみたいなのでこう1時間ぐらい悩んでで黄色になりました。よかった、決まったそしたらじゃあ今度こっち側の方にちょっと移動していただいて、ここはなんかどんなスペースになるんですかね？そうですね。ここは本当に趣味のスペース、好きなものをざっと集めているスペースですね。ここで言うとこのまず赤い、これはテーブルになるデスク？はい、一応テーブルですかね。これちょっとあんまり安定しないので、もう本当に物を置くためのテーブルに使ってるんですけど、これすごい可愛いですよね。代官山の SPS かっていう、雑貨屋さんでもう一目惚れして購入しました。あとこのスペースだとキャンドルもたくさんあると思うんですけど、これはお二人で集めてらっしゃるんですか？というよりかは私がもらい物が多いんですけど、私がキャンドル好きで、この2つがクレンズ&コーって言ってオーストラリアのハンドメイドのビーガンキャンドルになってて、こっちが天然石結構扱ってるキャンドルのお店で、これはチャクラっていうのがテーマでナルトみたいですね。そうなんか例えばこういう満月の時にとか、ちょっと気持ちが疲れた時にみたいなメッセージ性がすごい好きで、まだ灯してないんですけど、ね、飾り用で確かに大事に使ってらっしゃることですよね。でもそういうなんかちょっとこうメッセージがあるのが好きなので集めてたらここまで行き着きました。はい、基本はじゃあディスプレイみたいな感じが多いんですか？そうですね。なんか匂いが好きなのはもうガンガン使っちゃうんですけど、このビューリーのもそうだし、ビジュアルが好きなやつはそのまま取って置いとくだけでも多少匂いがするので、それで楽しんでます。わかりました。あとは、レコードがお隣にあると思うんですけど、このレコードプレイヤー自体はどちらで？もともと 4,5 年前に購入してもらったんですけれども、誕生日でいただいたものなんですけど、テクニクスの、レコードプレイヤーを探してたんですけど、なかなか見つからなくて、で調べていくうちにパイオニアでもすごいいいんじゃないかということで、購入しました。結構じゃあ普段から音楽はいろいろ聴かれるんですか？そうですね、はい。レコードプレイヤー使うことももちろんあるんですけれども、CD だったり、あとはもう単純に
Bluetooth でつないでスピーカーから流したりとか、ですね。こっちの奥の方にもあれですもんね。CD とか、はい、カセットテープとかもありますもんね。はい、そうなんですよ。なので、これは、まゆみの、お父さんから譲り受けたり、あとはまゆみが中学生の時とかにすごい聴いてた平成の、はい、夏メロですか？夏メロが詰まってますね、ここには。この辺、まあ、レコードとかも合わせてなんかお気に入りの曲とか、はい、それこそ最近買ったものとか、はい、何かあればちょっとそれぞれお聞きしたいんですけど、はい、何かありますか？お気に入りはこのカセットなんですけど、これはスーパーオーガニズムっていうグループ、今ちょっと活動休止しちゃってるのかなっていうのを2人ともすごい好きで、ボーカルの人がこの間ブルーノートでライブも渡していて、ベンクエラーかと一緒にやっている時にゲスト出演してくれていて、でそこで売ってたんで、あ、欲しいねって言って買ったっていうのを、これすごいよく聞いてます、っていうのと、あとはこれが、スタジオニコルソンっていうアパレルブランドが、青山に、旗艦店オープンした時のパーティーで配ってもらったもので、デザイナーのニック・ウェイクマンという方が組んだプレイリストになります。すごい気持ちがいいプレイリストなのでよく聞いてますね。何系のプレイリスト？何系なんだろう。結構こうシティポップとか日本のそういう要素も入れながら、ハウスとかR&B とか、なんかそういう聞いてて気持ちがいい感じの、リストになってますね。これだから普段は販売されてないもの？そうですね。はい。あとはじゃあこの後ろのこのテレビボードというか、この木でできているこの家具、これはどちらで？これは、DIY で作ったものなんですけれども、前の家で、洋服棚も DIY で作っていて、それを引っ越す時に解体してこのサイズに変更して、テレビ台兼棚みたいな感じに作り変えたものです。結構大変だったんじゃないですか？結構丸一日かかったんですけど、もうなんかこの形になればいいっていうことだけを考えて作ったので、こう細かいところとかなんか本当はもっとおしゃれにできるはずなんですけど、そこは気にせず、ただこの面だけは合わせるっていうそこだけはこだわりました。これ突き出ないようにってことですか？すごいですね。この面は合わせないとダメだよっていうなんかこだわりが、ありますね。この辺はやっぱりそのお仕事でとかのものが多いんですか？そうですね。なんかこう後ろにこう飾ってあるようなものとかは、僕海外出張が多いので、その時にこう現地で気になったものとかを買ってきて並べてることが多いですね。これ上の方とかこのクラークスの靴ですか？はい、これすごいですよね。これクラークスの、靴のキャンドルで、出張でパリに行った時にクラークスのチームからいただいたもので、非売品みたいなんですけど、すごい素敵だなと思ったんでずっと飾ってますね。本当遠くから見るとわからないですね。そうですよね。はい。本当にこんなものを作ってたんだみたいな感じですね。あとは2段目とかもいろんな小物ありますけど、奥のオリンピックの、そうなんですよ。あれは何ですか？これはこの間6月にパリに行った時に、ちょうどパリのオリンピック前で、たまたまちょっと空いた時間に古本屋に入ったらあって、で実はこれすごいもう単純にオリンピックのなんていうんだろう、歴史、これまでのオリンピックの誰が優勝したとか、どこで開催されたみたいなを記録したものなんですけど、6ユーロぐらいで古本屋で置かれてたので、で僕もこうオリンピックだっていうのでちょっと記念にいいなと思って、でさらにこういう風になんていうんですかね、表紙というかこうブックカバーというか形自体珍しいなと思ったので、重かったんですけど買ってきました。でも製本とかもちょっと変わってますもんね。いや、そうですよね。本当にすごい。これメダルなのかな、意識してるのか、メダルだったらでも金色にするよね。確かに、なんでしょうね、この丸はなんか意味ありそうですよね。オリンピック期間中にちょうど出張だったんですか？ちょうど1ヶ月前ぐらいですかね。じゃあちょっと普段のパリとも若干違いました。もう人も観光客も多くて、街中にオリンピックのなんていうんだろう、交通規制もそうですし、オリンピックの旗みたいなのも出てて、ちょっとお祭り
騒ぎムードムードそうだったんですねはい、な感じでした大変ですね、そんな中お仕事そうですね、はい、でもなんか楽しかったですあとはこの辺でいうと時計はいのこのまあちょっと時間は止まってると思うんですけどちょっと止まっちゃってるんですけど、これはどうしたんだっけ？これは多分中学生ぐらいの時に私が中学生の時に多分ヴィレッジヴァンガードとかで買ったやつで可愛いと思って、もちろん動くんですけど電池で置いてるだけで可愛いなと思って飾ってます。そう物持ちいいですね。そう基本中学からだとそうそうですね。うんあとこの辺だと結構普段使うようなアイウェアとか香水とかアクセサリーとか多分いろいろあると思うんですけど、このじゃあアイウェアからちょっと聞きたいんですけど、普段からこうずっとかけてらっしゃる？そうですね、僕はもう常にメガネはかけているんですけれども、この中でいうと本当に、ブランっていう、日本の、はいアイウェアのブランドですごいまゆみなんていうんだろう、お店の方とも仲良くさせていただいていて、よくかけてるメガネの一つです。表参道に店舗がモブラン専用の店舗が直営店があって行ってほしいすごい店舗の内装とかもなんか素敵な。素敵ですね、自然光がたくさん入る路面店で、すごい数があるんです。そうだね、すごい楽しいです。一日入れる。あ、そんなに数あるんです。めっちゃあります。あとはアクセサリー、はい、そのあたりとかはどうですか？アクセサリーとか普段つけますか？はい、結構僕は限られたものしかつけないんですけれども、僕は今つけてるやつもそうなんですけど、これは友人の、ブランドでベベットっていう友人がもう手作業で作ってる、ジュエリーブランドっていうのと、そうです、はい、なんだっけこれオキシド違うか忘れちゃったねなんかすごい才能を生かしましょうみたいな意思でした、あとは、僕すごいお気に入ってるのがこのリングで、これはブルーバーナムっていう、イギリスのブランドの、リングなんですけれども、これは実は友人から、受け継いだもので、友人の思い出の指輪をもうちょっとその思い出思い出したくないからお前に譲るよって意味ありげですね。重めなリングをでもすごい気に入ってる可愛いなのを見つけてます。私最近これも友人のお店なんですけど、代官山のエディっていうなんかヴィンテージブランドショップでティファニーのハートのネックレスを購入しまして、なんか代官山行くとエディ行って、あと雑貨屋の SBS 行って、もうロードマップが決まってるんですね。香水とかはもう普段からお二人つけるものは決まってるんですか？そうですね、なんかお互い使い合ってるというか共有してることが多いんですけど、まゆみが僕のをすごい使うことが多くて、僕はあまりおかしい、それはそんなことない。そんなことない。そんなことない。あまり甘い匂いが僕は苦手なので、そうですね、あんまり数は使わないっていう感じですね。普段レギュラーで使うのはどのあたりの香水ですか？そうだね、ノンフィクションが多いかな。これは私がプレゼントしたの？そうだね、ノンフィクションかバームだっけを使うことが多いですね。これはなんか仕事とプライベートでも使い分けたりとかするんですか？でもそれでいうと僕仕事では、これを使うことが多いですね。めっちゃ使ってるもんね。確かに。これタンっていう瀬戸内。そう、なんか瀬戸内の直島にあるベネッセホテルに、瀬戸内の美術のトリエンナーレを4年に1回やるんですけど、それに3年に1回か、それに行くのがすごい好きで2人で、この間の時にベネッセホテル泊まって、なんかホテルで使ってるシャンプーとかがこのタンってところなので、めっちゃいい匂いだねって言って、表参道ヒルズと双子にもあるのかな、渋谷かに店舗があって、ボディミスト、これねパブリックミストなのかな。そうなの？フレグランスミストって書いてる。大丈夫だよこれは。でもそうだね、お部屋とか髪とかすごいいい匂いで、2本目だね。なんか強すぎもしないので、これを基本つけて、お出かけとかは
ノンフィクションだったりバーボンを使ったりっていう感じですね。あとはテレビ下でいくと、このスツールって言ったらいいんですか？はい、このそうですね。スツールもすごい個性的なデザインですけどはい、これもBPR ビームスで BPR っていうブランドで買ったんですけれども、トウモロコシのなんか他に種類がこうアイスクリームとかハンバーガーとかもあって、ただこの一番高温がリアルだったのと色も可愛い、黄色で可愛いなと思って、いくらぐらいなの？1万ぐらいなのかな。10万5000円とか多分そのぐらいで購入しました。すごいでも好評です。これ皆さん友達とかにも可愛いって言われたり、ね、この間結婚式やった時も景品にして、あ、そうなんですね。もうあの時なんかみんないらんみたいな感じだったけどさ、結局ね家来るとみんな一番いいね。結局言われるやつですね。あとはこのプラントポットって言ったらいいんですか？はい。これもはいアクリルの？そうなんですよ。なんかアプトンっていう韓国のブランドなんですけれども、友人がPR というかで入ってくれていて、紹介してもらって、で代官山でポップアップした時にね、購入したんですけど、すごいこれがなんだっけな、手仕事ハンドで作られてるのかな、すごい丁寧に作られてるみたいで、そういうところもなしでも見た目がまず可愛いっていうのと、黄色ばっかですね。なんか今思い返すと、はい、すごい馴染むので気に入ってます。すごいいろんなカラーが。あ、そうだね。あとはじゃあ今度後ろにちょっと行こうかなと思うんですけど、こっち側がダイニングスペースみたいな感じなんですか？そうですね。はい、ここで夕飯だったり、もうここで何かすることが多いですね。一番。じゃあまずこのテーブルからちょっとお尋ねしていきたいんですけど、はい、これが代官山の交番、槍ヶ崎の交差点の交番の裏にある家具屋さんがね、ちょっと時間になるところね。天板と足が別々で、好きな足と好きな上を選んで選べるとこ。でこの椅子もちょうどそこでラスト1点みたいな感じであったんで、可愛いと思って購入しました。これ普段クッションとかは敷いて？そうですね、普段は引いて、はい、座ってますね。これ後ろの背もたれにかかってるブランケットも可愛いですね。これはそうなんですよ。これはニューヨークの、僕ニューヨークは出張では行ってないんですけど、プロジェクトっていうショールーム、トレードショーみたいなののなんだろう、ノベルティじゃないですけど、すごい可愛い。可愛いですよね。これをチームの方がお土産でもらってきてくれて。これはなんかそこの建物？あ、そうです。はい。ニューヨークのそのショールームがある建物、すごい古くて、昔なんかアルフォーレのお店とかがあったのかなっていう風なところのショールームで、はい、それがこのなんかインビテーションのデザインだったみたいで、これがそうなんです。すごい素敵なので買ってます。わかりました。まゆみさんが座ってらっしゃった椅子とかはこだわりあったりしますか？これ椅子のこだわりは本当になくって、こっちは楽天で買った安い椅子なんですけど、安く見えないようにファーのカバーかけて、これは私が編んだやつなんですけど、なんかこういう手編みのものと合わせて安く見えるいい感じにごまかしてます。ごまかしてます。はい。あとやっぱここで言うとこの大きな油絵があると思うんですけど、これはどなたか作家さんのものなんですか？はい、これ実は僕が描いたものでして、ピルグリムサーフサプライっていうニューヨークのブランドなんですけど、渋谷にお店があって毎年1回かな行っているアートフェアみたいなのに、読んでいただいた時に描いた作品なので、ニューヨークの、僕ニューヨークに3ヶ月ほど住んでたことがあるんですけれども、その時に出会ったお気に入りの食事たちとか言って M&M's とかはあるんですけど、すごい好きだったものを描いてます。これはお腹減りますね。ここにあるとなんかすごいそう言っていただけると嬉しいのと、あと妻も唯一僕の作品でこれが気に入っている唯一なんですね。そうですね。普段はもうあれなんですか、作家活動みたいな感じでもされてるみたいな。そうですね。
油絵でのこう作品を展示する機会っていうのはあんまり多くはないんですけれども、描き続けていて、あとはこうアパレルを制作したりだとか、なんか友人から依頼されてデザインを提供したりだとかみたいなのも、多くやっていて、あと、お店のウィンドウアートみたいなのもアクリル絵の具を使って、描いたりしています。はいはいはい、わかりました。あとはこのお家、植物がたくさんあると思うんですけど、これの植物はなんかよく買う行きつけのお店とか、なんかそういうのってあったりするんですか？行きつけのお店はそんなにないかな。なんかよくソルソファームとかは見に行ったりはするんですけれども、結局こう友人が今植物屋さんをやっていて、でなんかそこでセレクトしてもらって買いますみたいなもう全部なので、その友人のなんだろう、好みに沿ってね、あとは育てやすいっていうのを僕らリクエストしていて、大体ね、なんか猫が食べても平気なのあ、そっか、猫結構ありますよね、植物。確かに。とか、うち食べないから平気なんですけど、あとなんかちょっとお部屋の邪魔しないのとか、そういうので選んでね。そういうので、この辺の上にこの積み木というか、これなんか面白いですね。そうですね。IKEA で見つけてちょうどいいと思ってずっと使ってるんですけれども、これでもそうだよね。多分まだ今も IKEA にありますね。2、3000円ぐらいだったよね。可愛い。こういう植物もこのお家に合わせて何でもいい買ってほしいって言ったら、その子が冷蔵庫の上から植物垂らしたらいいんじゃないってアドバイスしてくれて、もう全部コーディネートみたいな感じになってる。で、だからそうだね。あれもそこで買った。あ、そうだね。なんかその店舗のディスプレイの植物とかもやってる子なので、なんかそういうのすごい上手で、ここにこれとかいいんじゃないみたいな感じで提案されたものを全部買いますって言ってやってる感じですね。コーディネートをしてほしい方はこちらまで。そうですね。うまく宣伝できましたね、今。本当に。なるほどね。はい。ありがとうございます。じゃあ、あとはちょっと今度こっち側のお話を聞こうかなと思うんですけど、こちら側は有効ボードをこう使って今いろいろディスプレイをしてらっしゃるみたいな感じなんですかね。なんかもう本当に有効ボードを使ってやりたいねっていうだけで始めたんですけど、物が多いので、あとこういうポップなおもちゃみたいなのをすごい買ってきちゃうので、それをこう有効活用するっていうはいっていうのでやってます。この辺でなんかこう結構お気に入りの雑貨とか、なんかあったりすればちょっと教えてもらいたいんですけど、なんかあったりしますか？これはまずこれですかね。さっきも紹介した海外で買ったコーンフレークのパッケージで、ずっと普通に食べて置いておいたものをまゆみがこれ額に入れたらいいんじゃないっていうのでやってみたら、本当に意外になんか良くて結構いいよね。なんかすごい50年前のパッケージみたいになったよね。超最近の。確かに伝説のお菓子みたいな。なんかいい感じになりましたね。はい。あとはこれですかね。これ何ですか？これは緩急っていうんですけれども。ここに缶を置いて。ギュッ使うシーンあります？今のところ使ってはないんですけど、可愛いからこういうちょっと面白いものが好きで、なのでこれもそうですけど、これはまた代官山の SPS で購入したものなんですけど、こうなんていうんだろう、そう、多分そことかけでここにこうかけたりっていうのが目的だと思うんですけど、今はゴール入れ、ゴールに入れたらストーリーができたんですね。結構 SPS のアイテムとかも出てきてると思うんですけど、普段からお二人がよく行く、チェックするなんかインテリアブランドとか、そういうセレクトショップとか、なんかそういうものってあったりしますか？でも絶対 SPS は代官山行ったら行くのと、これ恵比寿のそうだね、パーツセンター、パシフィックファニチャーとかのとこですよね。そうですそうです。で買ったり、あとはでも本当になんか IKEA とかのお手頃なものをなんかこうオリジナルのものと組み合わせて、なんかちょっとこう
IKEA ってどうしてもみんなと被っちゃうので、そこをなんとなく被ってないようにしたり、そうだね。あとはビームスさんに。そうですね。ビームスさん、BPR はい。活用してますね。そうですね。これコンビニで買ったよね。あ、そうですね。ホットウィールさんコンビニで買いましたね。やっぱ普通に普通にはい売ってます。多分ローソンでローソンで売ってるんだ。意外ですね。そうですね。なるほどね。はいはいはい。わかりました。ありがとうございます。続いて奥の部屋へ行く前にこちらののれんについてちょっとお話を聞きたいんですけど、これはどちらで購入されたのれんですか？私が作りました。もともと襖だったんですけど、なんかちょっと襖雰囲気が合わないなと思って襖外して、私がもともと働いてたお洋服屋さんのデザイナーからもらった生地をつなぎ合わせて作りました。さっきちょっと触らせてもらいましたけど、めちゃくちゃいい生地ですもんね。そう、生地がめっちゃ良くて可愛いですね。でもデザインもなんとか様になった気がしますはい。でこの奥に寝室と作業部屋でしたっけ、はい、があるということで、じゃあちょっと中に入ってもよろしいですか？はい、失礼します。お部屋が中でつながってるというか、仕切りがなくなってるんですね。はい、一応襖がつけられるようになるんですけれども、外してます。絵を描く時もそうですし、机の上で仕事したり、あとは編み物する時もここでやったりっていうのが多いですね。この辺のいわゆる作業デスクとか作業チェア、この辺はこだわりとかあったりしますか？机がまゆみが昔働いていたデザイナーさんの方から譲り受けた、もともとパターン台で使ってたものみたいで、すごい頑丈で結構重いんですけど、でも雰囲気も使い勝手もすごいいいので、すごい気に入ってます。確かに足とかもなんかしっかりしてそうですね。はい、これでもこうただ板を置いてるだけなんですけど、なんかそれもまた使いやすいというかね。結構なんか移動するのに楽。あとはこの辺で言うとやっぱり洋服がすごくたくさんあると思うんですけど、ここはしげさんの洋服？2人ともですかね。お互いの結構ニット系とかを一旦ここに夏の時は逃がしていて、もう見せられないんですけど寝室の奥の方にクローゼットがあって、そこがパン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 で、ここははみ出し物たち。そうですね。あ、そうなんだ。でも取りやすいので結構よく使うものみたいなのもここに並んでますね。ちょっとせっかくなんでお二人のなんかファッションについての話もちょっと聞きたいと思うんですけど、普段その洋服を選ぶ際にサイズ感とかなんか素材感とか何かしら多分こだわりがあると思うんですけど、そのあたりとお二人いかがですか？そうですね、僕は古着とかも結構好きなんですけど、その時も結構こうなんていうんだろう、でかいサイズ、自分のサイズに合うものがあんまりないので、なんかそこをサイズ感で、ゆったり着れるものがあった時、あるものを探してます。はい、私はそうですね、私はサイズ感っていうよりはなんか資源の洋服を着ることが多いのでいつの間にかゆったりしちゃうみたいなのが多くて、なのでズルズルにならないようになんかボトムスはこうタイトにしたりとか、なんかそこら辺は気をつけてですけど、結構私は勝手にシェアさせてもらうことが多いです。そうですね。やっぱお仕事でも洋服とかっていただいたりする機会もやっぱあったりするんですか？そうですね。はい、いただいたりも多いですね。結構、T シャツとか特にね。あとは友人の展示会とかにお邪魔して、ただ展示会どうしても次のシーズンのになっちゃうので、結構買うの大変なんですけど。確かに季節はちょっとずれてる時ですもんね、大体。でもやっぱ多いですね、友人の洋服とか。せっかくなんで今日のコーディネートをちょっとお二人とも上から下までちょっと聞きたいなと思うんですけど、しげさんからちょっとお尋ねしてもいいですか？そうですね、まずこれが古着の T シャツで、80年代ぐらいかなの90年代かの、ニューヨークの、アートフェスティバルの多分このなんていうんだろう、公式オフィシャル T シャツみたいな感じですね。でちょうどこうジャズとかも好きですし、アートも好きで、色合いも可愛いなと思って、購入しました。上原のウエスタークリーンっていう古着屋さんで購入しました。すごい T シャツとかいい
アメリカの、古着が置いてあるところなんですけど、で、パンツがこれがビームスプラスのものでして、ビームスプラスと、クラークスオリジナルっていう靴のブランドのコラボレーションで、のアイテムになります。結構こうパッチワーク調というか、これはパッチワークではないんですけど調に見える感じというか、あとはなんかこう、なんていうんだろう、職人さんの手仕事とか、ヘリテッジな感じがするものがすごい好きで、これはすごい気に入ってます。形もすごい太くてダボっとしてるんですけど、実はこうポケットが2つあって、ここがジップポケットがあって、ここに普通に入るポケットがあってみたいな感じで実用性も兼ね備えていて、はい、確かに仕事とかでも使いやすそでそううですね。すね、はい、気に入ってます。すごいアパレルの人みたいな説明だったすごいね。さすがですね。さすが勉強になります。まゆみさんはいかがですか？私これもともとしげが着てた T シャツなんですけど、なんか入んなくなっちゃったっていうからもらって、素材感がめっちゃ気持ちいいので、これも古着着てます。でボトムスはもうこれ結構エイジングしちゃったんですけど、マチュピチュショップっていう大島レイっていうブランドのデニムで本当に履きやすくて、もう全員買ってほしい。ずっと履いてるよね。ずっと履いてる。オンラインで買えるんですけど、私はサイズ1で26,000円ぐらい。お値段も。そう、もうなんかノーパンぐらい楽なデニム。ジーンズ系ってあんまそう、なんかどっちかって言ったらちょっと履いてて、少しなんか苦しいっていうかあれですもんね。履き心地は。なんですけど、それが一切なくて本当に柔らかくなるので、みんな買ってほしいやつ。はい。でスリッパがバグっていうエコバッグのとこのスリッパで、日本だと多分あんまこのデザインはなくって、オンラインでわざわざ買いました。はい、自分のだけ。あれ？靴下ね、俺だけ。そうですね。自分のだけ買いました。ぐらいですね。お二人は普段なんかその洋服でもチェックするよくブランドとかショップとかそういうのってあったりするんですか？でもビームスが多いかな。ビームスとあと私はアイムヒアっていうブランドがあって、メンズのブランドなんですけど、めちゃめちゃこだわってるブランドで、アイムヒアのコートとかは2人で取り合いできたり、あとコッキっていうブランド、よいしょ、重たい。これはシゲのパンツなんですけど、コッキっていうブランドがあれはなんかパリのなんかそうね、この去年かな、今年の1月 LVMH のプライズをファイナリストまで残ったっていう、すごい今注目されている素敵なブランドなんですけど、でここのブランドのとかはすごい大切に2人で着てますね。大切に着てます。確かにグラフィックが可愛いですね。可愛いですよね。なんかこれは結構ブランドとしてもこうなんていうんですかね、その目に手仕事が見えてくるような、ものを意識している感じで、パッチワークとかも結構特徴的なのが多くて、すごい好きですね。なんか物によっては女性も全然着れるものがあるので、私も着てます。これぐらいですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということでしげさんとまゆみさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらじゃあ最後にお二人から何か告知したいものとかあればしていただければなと思います。はい、もしお店であったり、何か告知したいことがあれば、ウィンドウアート、窓を使って、絵を描いて、華やかにすることができるので、もし何かあれば、はい、お尋ねください。そうそうそう。なんか SNS でそこ載ってたりするんですか？そうです。はい。載っているのでぜひ見てみてください。はい。私は何個か紹介してもらったんですけど、結構ハンドメイドで編み物とかソーイングしたりしてるものをオンラインで気まぐれで販売してるので問い合わせもらってもなんですけど、ぜひそちらご覧になってくれたら嬉しいです。オーダーとかもできたりするんですか？もうできる範囲では全力で、なんか基本的には友達が欲しいって言ったものとか作ったりしてるので、ご連絡いただければ作ります。じゃあ各種ご連絡はなんかインスタグラムとかで、はい、はい、
じゃあ気になる方はぜひお二人のインスタグラムからご連絡をしていただければなと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはしげさんとまゆみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。